どうも AP 山下です。11月後半ですね。釣りに行ってきた様子をログしていきたいと思いますね。今回釣りの方ですね。ロックショーはとかの青物ですね。タイミング的には悪くないのかなっていう時はあったんですけども、そこまで海もですね荒れるタイミングでちょうど釣りに行くタイミングと重なることが少なかったので、比較的にですね暖かいというか気温はですね比較的暖かくて風も少ないような日が多かったですかね。それもあって動画の釣りの日はですね比較的北風は吹いてたんですけども、少し強いかなというところで久しぶりにチェックしていきたいなと思って昼間もですねだいたい時間帯にすると昼過ぎから夜にかけてですね夕間前夜にかけて釣りをしてます。狙いはエリングですね。エリングアオリイカとかまた回遊魚とかですねライトゲームを含めた釣り用ですねしてみてます。結構水深のあるところですね。浅いところから水深のある10メーター以上のラインまでチェックしてますね。2、3メーターの場所からおそらく10メーター以上ですねあるエリアなのでチェックできる堤防なのでその辺をチェックしていってます。この撮影の時ですね今出てる動画の撮影の前にポイントも入ってってるんですけどもいくつかイカの反応はやっぱりなかったですね。それに比べてマイクロジグのメタルトス 9g ですねそれを入れてみるとアジですねとかメッキが反応してくるようなポイントでした。なのでアジですねがよく入っていって釣れてたっていう形になりますね。この後の動画でも見てもらったら分かるんですけどもほぼエリングメインというよりかライトゲームですね。またジグを使った釣りの動画の内容になってるかなと思ってます。で今回ですねこの動画内で紹介してるんですけれども、今見えたのがブレイドロールの100の新しいプロトタイプですね。ウェイトを重くしてます。これはいくつか使ってるんですけども深い水深のあるエリアですねとかだいたい20メーターとかですねとか10メーターから20メーターのボトムをしっかりチェックしていっていくような釣りショアからですねでもカヤックでもそうなんですけどもブレイドロールの100のウェイトはですね28から 9g ぐらいのウェイトになってます。ノーマルとかですねそういうタイプであると
だいたい 20g 前後なんですけども、今出てるのがですね、それに加えてこれからですね、秋から冬のかけてのシーズンですね、水深のあるエリアをしっかりチェックしていけるように 30g 前後のですねモデルが前々からちょっと欲しかったので、それに向けて今ちょっと使ってみてます。かなりボディもですねスリムなので、それの特徴も生きてくるかなと思ってますので、かなりフォールスピードもですね速いんですけども、それに加えてイカがですねどのような反応をしてくれるのかとかですね、水深のあるエリアはなかなかサイトでは確認することは難しいんですけども、いい反応が得られるようなタイミングとかですねポイントに入れたらいいなと思ってますけど、もしかしたらちょっと時間はかかるかもしれないですね。これから海がですね冬に12月1月2月ってなってくると、去年の兆候はですねロックショアメインだったんですけども、ほぼ磯を歩いてポイントチェックとかあったらしいですね。自分が行ったことないポイントをチェックしてみたりする結果によるとですね、だいぶ青物の反応も良かったりするので、もしかしたらそれはちょっとタイミング的にはまだまだ時間はかかりそうですね。ヒラスズキもですね、去年も正月見たエリアとかもチェックしたいですし、ちょっとやりたい釣りもいっぱいあるんですけども、他にもですねルアー制作とかでもちょっと力を入れたいなというのもありますので、釣りもですねいろんな釣りが楽しみにはしてるんですけども、まだルアーもですねいろいろと作ったり考えたりしてます。今ですねもうある程度営業を通してみて反応がですね特に得られなかったので、すぐにですね営業をローテーションすることなく軽くチェックしていってるような感じですね。もう少し丁寧に探ればイカもですね出てくる可能性あるんですけども、今回ですねちょっと雨の後ということもあって表層ですねにはベイトフィッシュはかなり少ないような状況でした。それによってですねイカもちょっと活性も落ちてしまっているのかなというのも考えられるんですけども、そういうパターンにおいては襟のですねサイズダウンであったりスローフォールのものに交換していくっていうのが手ではあるんですけども、どうしても手返しですねが悪くなってしまったり、ポイントチェックのちょっと時間が取られるような形になったので、サクサクとですねすぐにライトゲームに切り替えてメタルジグを通していってます。比較的ですね広範囲に味も小味ですね、だいたい10センチぐらいですから20センチ前後の味はいるんですけども、ここら辺のポイントのシャロー側ですねのエリアに関しては10センチですね、アオリイカのちょうどベイトフィッシュとなるようなサイズの群れが多くいるような形でした。でこういう今動画ですね見てもらったら分かると思うんですけども、ちょっと特殊なポイントですね、奥まったポイントとかベイトフィッシュがたまるようなポイントですねとか、こういうストラクチャー周りですねとか、餌がおそらく多いであろうエリアにジグを通していくと餌とかですね、両型の20センチ台にはなるんですけども、そちらの十分ですね
エリアの中でもいいサイズのアジを拾っていけるような形になりました。こういう餌もですね、一応下道ではあるんですけども、ベイトフィッシュにはですね、反応が多いところにはよく釣れるっていうのはありますので、結構ですね、何かしらやっぱしルアーに反応してくるっていうことはですね、状況を判断するいい判断材料になりますね。で、ライドも来たのかな。ボトムですね、結構チェックしてたんですけど、荒株の反応は少なかったですね。まだ味の方が先に反応してくるような形でした。これぐらいのサイズだと楽しめますね。で、今ちょっとちらっと見えたと思うんですけども、動画の前にもですね、初号っていうか練り号ですね、サイズ30センチちょいぐらいになるんですけどもがメタルトスの 9g の銅を今使ってるタックルでちょうどヒットして、いい引きですね。ドラグも出るなっていうことでなんかなと思って気にはしてたんですけども、練り号でしたね。それとアジを何匹かキープしてます。ロットをですね、エメラルダスを使ってるんですけども、ティップがですね、カーボンソリッドティップっていうことでかなり入りやすいんですけども、この 9g との組み合わせで使うのはほぼ記憶ないんで初めてかな。このロットで使うのは初めてだったんですけども、かなり使いやすかったですね。で、しっかり味もですね、バイトを拾ってくれるし、無理に弾くこともなくティップが入ってくれるのでですね、程よく、ソリッドほど柔らかくもなくですね、チューブラですね。で、チューブラと比べてチューブラとソリッドの自分の使ってきた中のタックルをちょっと見ていくと、それぐらいの中間のティップのセッティングになってるということだったんで、かなりこういうメタルジグとかですねもう使う場合においてもかなり楽しめるようなロッドでしたね。使いやすかったし、ストレスなくフッキングに持ち込めました。エメラルダスですね、エリングブランドなんですけども、完全にですね、自分はあまり意識することなく、いろんな釣りにエリングロッドも使ったりすることもあったんですけども、こういうライトゲームでですね使えるようなロッドになってるんで、かなり楽しめてますね。あとミノのですね、あと夜になってからなんですけども、スタンプラグの 55S とかで小さい小型プラグですね、そういうのも使ってみるとティップが入ってくれて、曲がるロッドっていうのはですね、ルアーの先行振動、ルアーのレンジですねもう変わったり、入りやすくなったりしますので、そういう動きの面に関してもですね、ソリッドティップのいい役割をしてくれてるなというのを感じ取れましたね。
まだですね、このロットで R 以下ですねゲットできてないので、ライドオンとなってないので、ぜひですね、どうしてもですね6ショアの方に行きがちにはなってるんですけども、それもぜひチェック、営利もですね通していきたいなというのはありますね。ポイントによってはですね、墨跡もかなり多くてですね、アオリイカの反応も11月前半とかも、10月末ですね、後半ぐらいからもイカはチェックはできてるんですけども、ポイントによってはですね、しっかり超過上げれるんじゃないかなと思ってますね。ロットのですね長さも7フィート台なんで、かなりこういうエギングとライトゲームを両立するような釣りに自分がですね好むような釣り方の兆候にとても合ってるなと思ってます。リールは2500番ですね、いつもで P は 0.85 です。でリーダーはですねフロロカーボンの6号の20ポンドを結んでます。メタルジグのはですねリアにトリプルフックを小さいですね、トリプルフックの何番かな、10番ぐらいかなを一つつけてますね。ポイントをですね一旦見つけると、おそらく今回の潮は大潮だったんですけども、溜まってるポイント、ベイトフィッシュとかですね、群れが味が溜まっているようなポイントにメタルジグをうまく通してやるとすぐに反応してくるような形になってました。それにですねアオリイカもついててもいいのかなとは思ってたんですけども、そういう反応とかですね、見える範囲に回遊してくるということは少なかったですね。この後の動画では撮れてないとかですね、写真では収めてないんですけども、帰りの途中でですねまた堤防に寄ってってナイトゲームですね、アジングメインになるんですけども、ジグタンでサワーとかですね、アジサイズは最大で25センチですねをキャッチすることができました。でポイントもですね、やっぱりアジのいるポイント、多いポイント少ないポイント、アジのサイズが小さいポイントっていうのがあって、またですねそういう形でフィッシュエイターがいるようなポイントとかもあったりもしかして、またちょっと人的プレッシャーですね、釣られていたりとかですね、そういうポイントもいくつかあったりとかですねしますし、今回ですね大潮ということで湾内の方の潮の方が大きく動くということで、ベイトフィッシュもですねだいぶ寄っているようなポイントに関してはライズも多く見られましたね。そこからですねサイズをまた出すっていう形で、常夜灯周りですねが一番いいのかなと思ってますけども、サバとかですねいるポイントに関してはサバの方が早かったりしたりしますので、そういうところの、明暗のですね、強弱といいますか光の光量ですねのポイントを考えながら、少しのポイント移動であったりですね、トースポイント、またジグヘッドですねを重くしたり、フックサイズを上げたりですね、またワームのサイズを上げたりすることによってサイズですね、20センチ台が取れるのか
10センチ台が釣れるのかというのが分かれるような釣りになりました。そういうことでアジもですね何匹か釣って、イカの方をですねキャッチをすることはできなかったんですけども、またですねいいタイミングはもう少しですね季節進行してくるとまた変わってくる可能性は十分ありますね。とかですね、今回もまだまだチェックできてないポイントですねもありますので、その辺の自分のですねできるだけチェックしたいポイントとおそらくいるであろうポイントとかですねを考えつつ釣りをチェックできてるんですけども、12月ですねの釣りにおいては結構、今回ですね寒気がまだまだ北風の、冬の気圧配置といいますか、北風がですね、強く吹くような寒気が入ってくるようなタイミングが多くなってくるとまた状況ですね変わってたりチェックしたいポイントもいくつかありますし、急いでですね、今年12月1月ですねの、目標としてはやっぱりヒラスズキは1匹はですねどうにかキャッチしたいですね。おそらく去年も通したりルアーですねチェックしたりしたポイントとかも生きてくるとは思ってますんで、ベイトフィッシュですねサイズも食わせやすい LBS とかですねそういう系を使ってですねキャッチできたらいいなと思ってますね。そしてトップルームの 120F ですねもうぜひ急いでですねキャッチできるような青物ですね1匹2匹でも出てくれればいいかなと思ってますけども、いろいろとですね12月チェックしてるかなりですねアオリイカも釣れますし、その他ですねライトゲームとかですねもう楽しめる、いろんな釣りもですね楽しめる季節になってますんで、ロックショーもですね状況を見つつタイミングとかですね考慮しつついい魚が取れるようにしていきたいなと思ってます。以上ですね11月後半の釣りをですねお届けしました。ご視聴ありがとうございました。